こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回ナラティブガンダムとヨナ、ラーカイラムとブライトが仲間になりました。序盤のヨナは機体のナラティブガンダムと合わせて何とも言えない感じの性能。ただ底力のレベルが素で高いので、この縛りだと実は意外と活躍してくれます。そして一緒に仲間になったブライト。この先待ち構えるヤバいステージのために、ブライトのエースボーナスが欠かせないので、割と最優先ぐらいの感じでレベルと撃墜数を稼いでいきたい人。とりあえず早いところ必中だけでも覚えて、サポートなしで攻撃できるようにしたい。メイビー主任はソフトウェアの開発運用、そして遺伝子学、医学などがメイン。機体をハード、パイロットをソフトとして捉えるのは若干マッドサイエンスな匂いがします。そう言うんならパープル2にEWAC代をください。カスタムボーナスを取得することで似たような効果を得られますが、何しろスーパーエキスパートプラスの改造費が高くてな。ということで教官登場。初回登場からドライストレーガーに預けられてしまったので、全く出番がないゴディニオンクルーの面々。単独任務はスーパーエキスパートプラスにおいて一番しんどい。まあ5人組チームなんで、単独出撃とかないんですけどね。そんなわけで巻き込まれたエッジさん。そしてひどい言われようである。お金に汚い風来坊っていう新しいジャンル。ということでいきなり敵が現れ、シナリオスタート。敵はウルガル。これまでウルガルとは何度か戦闘をしていますが、今まではハードモードでの敵の強さ。ここからはスーパーエキスパートの強さなので、同じウルガルだと思ったら軽く落とされます。ということでひとまずは部隊を右に移動。そしてイズルだけは中央に特攻します。ウルガルの機体は基本的にビームしか武器を持ってないので、底力を発動したアッシュなら大体は安全に戦えます。ウルガルにやられちゃったらダメなのに。いくよ、ウルガーじゃなくウルガル。たくさん撃てば当たるのら。たくさん撃っても 5% じゃまあ当たらないですね。はい。前回のステージから相も変わらず、必中なしじゃまともに攻撃が当たりません。玉木とイズルには早いところ HP 減らしてもらって、攻撃当ててもらわないと。しかしここで問題点。ウルガルの攻撃は大体射撃武装ゆえに安全なんですが、HP が半分ぐらい減った程度で全部防げてしまっています。
底力が最大効果にはなっていませんが、それでもある程度は火ダメを減らしてくれています。どうにもそのぐらいの防御アップで防げてしまっている模様。正直言ってこのぐらいの底力じゃ攻撃が全然当たらないので、もっと HP 減ってほしい。でも誰もバリアを割れない。困ったもんだ。まだ命中系精神コマンドを覚えてないので、底力と見切りになんとかしてもらうしかないんですけどね。ひとまず何機かはイズルを無視して後ろに流れていってしまったので、駿河とエッジで必中、直感を使い、援護攻撃などを使いつつ攻撃していきます。あとはなんか玉木が運ゲーで攻撃当ててくれ。14% でミサイルが当たっていたので、とりあえず脳死で撃っておくのはあり。ちなみにイズルは当たらなくても反撃することで気力が上がり、見切りを発動させることができるので反撃してました。まあこの感じだと見切りが発動しても命中率 50% ぐらいしかいきませんね。はい。頼むから誰かバリア割って、そんでイズルの命中率上げて。せっかくいい感じに集中攻撃されてるから、ここで一気に雑魚の HP 削っておきたい。まあ結構避けられましたね。この後響きそう。散らばったってほど散らばってないんだが。むしろ端の奴らが前に出てきたって感じ。小回りの効く、×。底力と防御シールドで耐えられる、丸。つまりローズ3でも耐えられますねこれ。ということで色々増援。ランディ先輩たちの異名はクリア後に。パイロットとしては一流だけど性格は難あり。ロボットアニメに非常に多いやつ。もはやテンプレまである。ということでドライストレイガーとランディ先輩が合流。チャンドラとパトリックはおおよその予想通り、武装登場です。ランディ先輩たちが乗るライノスはイズルたちが乗っているアッシュのプロトタイプとも言える機体。性能としてはハーモニックレベルとジュリアシステムがないブルーワンってところ。ジュリアシステムついてなかったって思ったけど、なんかないらしいです。まあ防御シールドがあるので、運用方法は似たような感じ。そしてパイロットのランディ先輩が底力、見切りに、援護攻撃援護防御を覚えている上に、初期精神コマンドとして必中と不屈を覚えてます。便利。突出して強いわけじゃないけど、とにかく便利。縁の下の力も効かん。まあスパロボ30は突出して強いやつが多いので、今後の出番は減るかもしれませんがね。まともなことなんて言ってなかった。いつもこんな感じです。ウルガルが相手なら容赦はしねえ。大砲騎兵隊到着。どこを見ている。遅いんですよ。本当のヒーローってのを教えてやるぜ。どうだ完璧だったろ。さすがはランディ先輩です。
しくないミスをしたもんだぜ。なお残念ながらカットインはないらしいです。純子さんにはあったのに。3人のカットインとか欲しかった。ということでなんとか増援部隊と合流。あとは敵を落としていくだけです。そしてまた今更ですが、ウルガル機体のカスタムボーナス、エースボーナスについて。ウルガルの機体は各軍団ごとに色が違い、それぞれカスタムボーナスが異なります。機体ごとに違うっていうより、軍団ごとに違うって感じですね。なのでこの紫色の部隊、クレーンの部隊の機体色ですね。こいつらのカスタムボーナスは統一されていて、移動力プラス1です。特別強くもなく、弱くもなく、なんとも言えない感じの。そしてパイロットは全部同じウルガル兵。エースボーナスは出撃時気力プラス10、最終命中率プラス 10%。特別気力が必要な武器があるわけでもなく、ガードや見切りなどを持っているわけじゃないので、正直効果が薄いエースボーナスです。ネオジオン兵の方がよっぽど厄介。どうせ敵の攻撃なんて避けられないから、敵の命中が上がっても大して変わらないんだよな。雑魚が持ってて一番困るのが火ダメが減るタイプ、次に回避率が上がるやつです。あと地味に厄介なところで言うと射程が伸びるとか。射程外から攻撃しにくくて、ウッソみたいなやつが困るのが目に見えてます。ところで今アッシュ活気がだいぶ強く見えていると思いますが、これはアッシュの宇宙適性が S なのも正直大きい。適正 S だと防御力などが上がるのもそうですが、命中率が上がりますからね。この状況でもいい感じの命中率出してくれてるのは地形適性のおかげっていうのはある。なおもう一機の宇宙適性 S のナラティブですが、特に当たりません。いっそのこと B 装備にして底力集中インコムやってた方が強いんじゃないかなこれ。もろもろ気力が必要なのが痛すぎる。当たりもんか。ウルガルと戦うために訓練してきたんだ。やるからには。そんなわけで相も変わらずイズルに前線を支えてもらっています。ちょこちょこ後ろに抜けてきてたり、下から追加の機体が来てるので、早いところ数を減らさないと。なんでこのステージブライト出撃できないんだ。火力が足りない。ネオジオンより数が多い分、しんどいです。さてところで各アッシュのこの縛りでの使用感ですが、レッド5はさすがに強い。イズルの高い底力レベルと見切り EX のおかげで、ある程度一人で前線を上げることができるので、今後も出番は多いと思います。火力不足だったり、格闘武器に弱かったりがネックにはなってくるけど、それ込みでも強い。そしてローズ3。これはもう機体というよりパイロットの玉木。エースボーナス、精神コマンドともに敵の気力を下げるものなので、色々役に立ちます。敵の気力が上がってガードとかが発動すると非常に厄介ですからね。縛りの関係上全体的に火力が低くなると思うので、敵を弱くするキャラというのは大事。数少ない気力を調整できるキャラなので、とにかく色々使い道はある。そしてパープル2。これはもうカスタムボーナスが全て。周囲の機体の回避命中を上げることができます。要するに範囲の広いイワック。色々頑張ったけど 40% みたいな状態が多いスーパーエキスパートプラスではとにかく便利。なお取得には130万ぐらい資金が必要です。世の中金です。そしてゴールド4。まあなんともって感じ。スルガについては、最初から必中持ってて便利。射程が長いので、反撃を受けずに攻撃できる。便利。以上。まあ狙撃機だし、なんとも言いにくいところあるよね。エースボーナスで火力が上げられたりとかあるし、武装も一応追加入るし、悪くないんですが。いやまあ追加武器の火力低すぎんとは思ったんですけどね。あと個人的にはこのゲームの援護攻撃があんまり強くないのも使いにくさの一つではある。
やっぱり 50% ダメージ減は痛いよね。あとなんでこいつの武器にサイズ差補正虫とバリア貫通がないのか。それだけがただただ疑問である。出番は、頑張って作ってあげたいところではありますね。そして問題のブルーワン。ブルーワンとアサギに関してはなんかこう、微妙。良くも悪くも器用貧乏。何でもできるけど、何にもできない。そんな感じ。この手の1号機あるあるではある。アサギの一番の問題点は主人公であるイズルが上位互換に近い形なのが、精神コマンド、特殊技能、乗ってる機体、全部に過ぎなんですよね。まあある意味仕方ないとも言えるのか。皮肉なことに。それゆえに今後の出番はちょっと怪しい。何よりも出撃枠が足りなくなると思うので。最初から必中覚えてたりしたらまた少し違ったんですけどね。多分ラビッツの中で最初に脱落することになると思う。ということでそんなチームラビッツ。意外とアサギ以外はなんとかなる未来が見えなくもないです。まあ一番の敵はいつも通り出撃枠ですね。強い万能的な機体が多い中、一芸の機体をどう出撃させていくか。すばしっこい。お挨拶といこうか。それさてさっきまでより少し数が減ってきましたが、イズルと玉木の位置入れ替えがあった関係で、敵の位置がだいぶ近くなってきてます。アッシュは攻撃にもエネルギー使うし、被弾でもエネルギー使うし、とにかくエネルギーが持ちません。エネルギー回復とかあったら少しは、とか一瞬思うけど、エネルギー回復って結局1ターンに20とかしか回復しないから、あんまり意味ないんですよね。1ターンに1回攻撃して、敵ターンにはそんなに攻撃されませんみたいな展開だと便利だけど、こう1ターンで何度も戦闘する場合だと、プロペラントタンクみたいな一気にエネルギー回復します系じゃないとな。おとなしく狩られるがいい。消し飛ばしてやる。覚悟チェック。まだ戦える。やろう。味な真似をしてくれるじゃねえの。ということでクレインのレガツス専用機動兵器です。ウルガルの機体は個別の名前がついてないんですよね。シャピロ戦闘メカかな？ちなみにレガツスとはラテン語で死者、施設、軍隊の副官、司令官などを指す意味らしいです。ウルガルは各軍団に分かれていて、その軍団長専用機って意味ですね。ある意味シャピロ戦闘メカよりひどかった。さてクレインなんですが、エースボーナスとカスタムボーナスがやばい。エースボーナスは敵対する軍勢のフェーズ時に余ダメ 1.2 倍、被ダメ 0.8 倍。そしてカスタムボーナスは全ての武器に特殊効果バリア貫通を追加。あと照準値プラス20。まずエースボーナスですが、敵対する軍勢のフェーズ時、要するにこっちのターン。その時に限り、被ダメが 0.8 倍になり、余ダメが 1.2 倍。味方が持ってたら、はって言いたくなりますが、敵が持ってるととんでもなく強いです。基本的にボスを殴るのは自軍フェーズなので、大体の場合で被ダメ 0.8 倍されると思っていい。そして余ダメが上がるので、単純に反撃がクソ痛い。敵ターンなら防御で耐えられるけど、反撃は無理。基本対応としちゃいけない。さっきヒュッケバイン30は敵ターンに防御したのに半分ぐらい減りましたからね。そしてカスタムボーナス。全部の武器にバリア貫通があります。何が怖いって、イズルとかが狙われた時ですよね。HP 減っている状態なので、下手したら落とされます。まあもともと爪みたいな格闘武装も持ってる敵なので、そこまで変わらないといえば変わらないけど。遠征隊の中ではマシな連中のようだな。消し飛ばしてやる。ウルガルに突破されてしまう。こういう時はひたすら我慢するしかない。危ね。クリティカル戦でもろて。怖い怖い。
まあおかげさまで底力がバリバリに発動できました。そしてどうも見たところクレーンの反撃食らっても落ちないらしいです。底力やばすぎ。さっき食らったビームより攻撃力が高い爪であり、こっちのターンだから 1.2 倍になるはずなんですけどね。これがこのゲームの底力の恐ろしさです。なお味方で底力がこれだけ強いということは、敵が使う底力もやばいということで、本来のスパロボ30では味方の底力を利用することがあまりないので、このゲームの敵の底力強すぎだろふざけんなからの、敵が使って強いなら味方でも強いだろ。みたいな流れになるはずだったんですが、まあ前回のステージで敵が底力持ってなかったんでね。ガンダム系のパイロットは底力を持ってる人と持ってない人がいるみたいです。なおネオジオン兵が持ってるという。さてなんだかんだで敵数減ってきました。ウルガル戦闘機を全部撃墜し終わり、ウルガル機動兵器と戦闘開始。なお性能差は大してないです。HP にすごい差があるわけでもないし、むしろ回避性能落ちてる分こっちの方が落雪まである。そんでもって残る問題はこのウルガル艦艇。以前に言ったように、本ゲームは機体サイズが大きいと攻撃力が上がります。そして前にウルガル艦艇と戦った時はまだ敵がハードモードの性能だったので、こちらに全く攻撃が当たりませんでした。はい、じゃあ今はどうですかと言いますと、敵の攻撃は当たる。こちらの攻撃は全く当たらない。なんだこの綺麗な反対状況。あいつのビーム食らったら多分やばい。相手より先に仕掛ける。止まれ。そこを抜かれたからって遊軍機に続きます。ミサイルキャニスターを使います。了解。ミサイルキャニスター攻撃用意。8% の命中率に一生懸命になるよな。今のヨナにできることは A 装備の耐久を活かして援護攻撃を受ける役割がせいぜいです。経験値はヨナに、撃墜数は三つ葉に。綺麗なウィンウィンの関係が出来上がってるのが悲しい。ヨナはエースボーナスとか言う前に必中を覚えることなんでね。ということでようやく周囲の敵を全滅。これで自由に動けそうです。結構みんな HP ギリギリ。一発受けてなんとかするスタイルしか取れないから仕方ないんだけど。とりあえずみんな移動を開始。クレーンに攻撃されないように上から回り込む。玉木もウルガル艦艇の攻撃を防ぎきれることを確認。ただしクレーンの攻撃を受けると防御しても落とされるみたいなので、援護防御は必須ですね。さすがにあの HP じゃ受けるのは無理か。この辺底力レベル8と9の差が出てる気がするね。イズルはなんか耐えられるみたいだったしな。ということで残り1体残ったウルガル機動兵器に攻撃を入れつつ、イズルはウルガル艦艇を削っていきましょう。ウルガル艦艇に対して下手な攻撃をすると反撃が怖いので、おとなしくイズルと玉木で削っていきましょう。他の機体ですが、クレーンの射程外から攻撃できる機体はそのまま。それ以外の機体は戦艦にしまってしっかりと HP を回復させていく。なおクレーンは射程が7まであるので、射程外から攻撃できるのは駿河だけかな。ウッソも援護攻撃要因としていけると思うので、底力は大事にしていきましょう。ウッソも早いところ直感を覚えてほしい。ウッソが覚えるのはレベル10。さすがにもうちょっと先ですね。5で覚えてくれたらどれほど良かったか。正直この10レベ以下で必中を覚えているかそうでないかは、今後仲間になるキャラも含めて使用キャラ選びに大きく関わります。早い段階で戦力として数えられるかそうでないかの差は大きいですからね。さて綺麗にイズルだけ放置する形になりました。
なんならクレーンを反撃で削りたいから、イズルを狙ってきてくれないだろうか。そう甘くはなかった。普通に移動してくんなや。おかげで今まで維持してきた射程が崩れました。また調整です。変に敵ターンに回すと誰か落とされそうで怖い。とりあえずウルガル艦艇はミリまで削ったので、エッジで落としに行きます。リープスラッシャーじゃないと落ちないのかこれ。戦艦なんざ近づいちまえばいいかもだ。リープスラッシャー行ってこい。近づいても全然カモじゃなかったです。なんならこっちが狩られる側だった。ということでラストはクレーン。まずクレーン戦ですが、エネルギー切れ、弾切れなどはほぼ考えられないので除外。そうするとどうあがいても弾機なんかは攻撃を受けることになるので、攻撃役としてはさすがに適さなさそう。おとなしく HP を回復させに行きます。攻撃ができそうなのは直感が使えるエッジ、三つ葉、イズル。そして射程外から攻撃できるスルガぐらいでしょうか。HP が3万2000ほどあるので、削るのもそれなりに大変そうです。まずは忘れないように分析を使っておきます。よダメを 0.9 倍にして、火ダメを 1.1 倍にします。地味なダメージアップ大事。いつも通り囲んでプレイスメント補正もかけてある。攻撃開始です。軍団長は僕が相手をする。こういう時はこれだ。撃ち抜く。はあ。プレーグゼスも見込み違いをしたものだな。まだ見込んでません。スピードに自信があるなら相手をしてよ。すぐに楽にしてやる。これも秘めた力のおかげかな。なわけないだろ。遊軍機に続きます。重粒子衝撃砲攻撃用意。了解。重粒子衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。1番2番撃ち方始め。さてこんな感じで地味に削っていきます。ただしクレーンは底力レベルが6あるので、徐々に硬くなっていきます。走行値がガンガン上がっていくわけじゃないので見た目上は変わりませんが、ダメージはどんどん減っていきます。見た目が変わらない分余計にわかりにくい。ウルガル退治に精を出すか。こいつでノックダウンだ。もらった。思ったよりもやるじゃないか。僕をコケにするとはいい度胸だ。僕が援護に入ります。物干し竿を使う。食らえ。反応が遅いぞ牽制隊だ。こういうの見るとスルがやっぱりちょっとよくねって思うんだよな。射程が長くて反撃受けないのは色々ゲームとか見合ってるんだよな。ただ攻撃力が低いだけで。エースボーナスなしだと弱そう。なんか玉木 HP マックスにしてきたけど詰め食らったらワンパンらしいんですけど。
攻撃力やばすぎる。防御なしじゃまともに敵の攻撃耐えられそうにないですね。ちなみにこのゲームはクリティカル率も戦闘前画面に表示されてます。底力でどんどんクリティカル率が上がっていくの見てるのはなんか楽しい。味方に限る。敵のクリティカル率が上がるのはもうただただ恐怖です。他のウルガルとは格が違うってわけか。タリホーン騎兵隊到着。どこを見ている。遅いんですよ。本当のヒーローってのを教えてやるぜ。どうだ、完璧だったろ。さすがはランディ先輩です。僕を怒らせたことを後悔させてやれ。3機まとめて潰してやれ。さあ最後だ。怖いか。こんなもんかよウルガル。1024ダメージ出ましたね。不屈って、ダメージ8分の1にするんですけど。なんもなかったら8000超えのダメージ食らってるってこと。なんかこの難易度だと敵が硬いのが大変だと思ってたけど、それ以上に敵の攻撃力がやばいですね。防御しないと耐えられん。これ防御しても耐えられないにそのうちなりそうだな。やっぱり必要なのは HP と装甲の強化か。ということでなんとか HP6000 ぐらいまで削りました。そろそろ底力がえぐい。与えられるダメージ1000ちょいが普通になってきてますね。今回は応援をエッジに使ったので、最後は魂だけで落としに行ける。とはいえこの防御力だと、魂使ってもどれだけ食らうかって感じ。いずるやらかし。エネルギー切れちゃった。HEP キャノンが撃てないの痛いな。残り HP は2118。ですが魂を使ってもまだ落とせない。なんとかして削りたいけど、攻撃できる奴がいない。と思ったらいい奴がいるじゃないかミシェル。ミシェルのサポート効果は必中とひらめきをかけます。侵略者は太陽系に入ってくるな。これで決める。乱れ斬りだ。どういうことだ。何が起きたんだよ。なお3桁。まあ十分。スピードに自信があるなら相手をしてよ。遅いんだよ。よし、奴のスピードについていける。さあこの600の削りで、落とせるようになりました。あとは直感をしよう。魂のリープスラッシャーをぶん投げます。敵も混乱する。リープスラッシャー。敵は加速だ。嘘だ。こんな結果は。なんとかクレーンを撃墜。1700って、底力の強さを改めて目の当たりにした感じします。これは半端ないわ。なおまだレベル6である。9だとどうなることやら。ランディ先輩はこういう人です。そして冷ややかなメモを OK だそうです。小学生みたいなことを言い出したな。地球が何回回った時もつけといてくれ。ということでこれがドーベルマンの通りな。残念の次はがっかりです。どいつもこいつもキャラが濃すぎるんですよ MJP の面々は。ヒーローとはハーレムらしいです。間違ってるような間違ってないような気がしないでもないから困る。
ああ、平成ライダーとか、イケメン俳優を起用するのが基本ですものね。やっぱりヒーローの必須条件だったようです。顔がいいこと。からの急に真面目なことを言ってくるから困る。ランディ先輩の落差は異常。チーム内での恋愛はいざこざしか生まないという分かりきってること。でも切っても切れないことですので仕方ないのです。なあケイよ。だからってブリーフィングルームでやるな。ヒーローにとって必要な要素。これで満たしてしまうのがランディ先輩です。何を見ていたかはご想像にお任せします。ちなみに今入手した秘密のディスク。男性パイロットが持つと気力上限がプラス20されて、毎ターン気力がプラス2されます。効果が強いから困る。どんな気持ちでこれを装備させればいいんだ。そんなわけでなんとかクリア。底力の恐ろしさをまずは肌で体感しました。今後もっとヤバいことになるんでしょうね。先が怖い。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ランディ先輩の貸してくれたビデオ、ラビッツの全員で鑑賞しますね。ちょっと待った。それは色々と問題がある。先輩の所有物ですからヒーローの心得だと思ったんですが。まあ間違いではない。ヒーロー、偉大な男、つまり大人になるための階段だからな。そしてヒーローには孤独も必要だから、とりあえずお前一人で見るんだ。はい、わかりました。プレイヤーのみんなもプライベートの時間を大切にしてくれ。じゃあな。